こんにちは、さおりです。皆さんいつも動画を見てくださってありがとうございます。去年の4月に YouTube を始めて約1年8ヶ月が経ちました。すごくあっという間に感じます。登録者さんも5万人を突破して、いつも動画にたくさんのコメントをいただいてすごく嬉しく思っています。本当にいつもありがとうございます。ということで今回は2025年最後の動画になります。今年1年の農作業を月ごとに振り返っていこうと思いますので、ぜひご覧ください。どうぞ。3月、私の住む北海道十勝ではまだ雪が残っていますが、ハウスの中では今年の農作業の準備が始まります。まずはビートの苗作りから始まります。ハウスの中をきれいに整え、準備をしていきます。土を平らにならし、散水機で水をまいて、地面を締め固めます。次は苗を並べる準備。根が地面に張らないようマットを敷いていきます。次に苗作りに使う機械を並べていきます。作業がスムーズに進むよう機械をまっすぐ平行に配置し、高さも揃えて調整します。これで準備完了です。いよいよ苗作りを始めます。改めてビートとはテンサイと呼ばれる作物で、砂糖の原料になるものです。沖縄ではサトウキビから作るきび砂糖が有名ですが、北海道ではこのテンサイからテンサイ糖が作られています。ペーパーポットを広げて、この中に土を入れていきます。この一冊でおよそ1400株分の苗を作ることができます。ポットの中にある程度土が入ったら、機械で上下に振動を与えて、隙間なく土が入るように詰めていきます。余分な土を落とし、隣の機械へ移動します。ここでペーパーポットを180度回転させることで、種を入れるための穴が出来上がります。種を一粒ずつ植えるのは大変なので、専用の箸器を使ってまとめて種を入れていきます。その上から軽く土をかけ、広げておいたマットの上に並べていきます。この作業をひたすら繰り返します。今回は2ヘクタール分、
ペーパーポット120冊を作りました。ハウスの中とはいえ、十勝は朝晩になると氷点下になることもあり、そのままでは発芽に必要な温度に届きません。そのため苗全体を包み込むように保温し、夜間はジェットヒーターを使ってハウスの中を暖かく保ちます。他の農作業が始まる前にトラクターの点検とオイル交換も終わらせます。我が家にはトラクターが全部で7台あり、この時期にまとめてオイル交換を行いました。4月に入ると種芋の準備が始まります。パックいっぱいの種芋を農場へ持ち帰り、1パック600キロの種芋を丸ごと大きな桶の中に入れて消毒を行います。今回は 5.4 ヘクタール分15袋購入しました。消毒後は1日置いて乾かしてからサイズごとに分ける作業を行います。芋が大きすぎると植え付けの際に引っかかったり弾け飛んだりすることがあります。そのため大きいものは事前にカットして使います。また小さすぎる芋は生育が不安定になりやすいため、できるだけ使わないようにします。選別し終わった種芋はサイズごとに分けてパックに戻し、芽出しを行います。4月中旬、畑の雪が溶けてトラクターが入れるようになると、まず石取り作業を行います。うちでは特に石の多い畑が多く、毎年ストーンピッカーを使って石取りをしています。ただこれまでは機械を持っておらず、レンタルすると1日およそ10万円かかるため、なかなか入念に作業をすることができませんでした。今年は近所のお友達がストーンピッカーを貸してくれたおかげで、石の多い畑を中心にできるだけまんべんなく石取りを行うことができました。特にじゃがいもや小豆を植える畑では、石が多いと作物が焼けてしまったり、収穫の際に機械の故障につながることもあります。そのため植え付けの前に石取り作業を行っておく必要があります。多いわ。4月下旬、雪が降りました。本当はこのタイミングで畑への植え付け作業を行う予定でしたが、畑に入れなくなってしまったため、先にハウスでかぼちゃの苗作りを進めることにしました。ビートの苗作りと同じ要領でポットの中に土を入れていきます。かぼちゃの作付け面積は3ヘクタールと広く、一度に全てを収穫することができないため、収穫時期をずらす必要があります。そのため植え付けも何回かに分けて行います。まずはできるだけ早く植え付けをしたいので、成長の早いポリポット苗から作り始めます。その次にペーパーポットを使います。ビート用と比べるとサイズは小さく、1冊あたり
91株分苗を作ることができます。ただ、かぼちゃはビートより作付け面積が広いため、このペーパーポットを使っておよそ13,300株分の苗を作ります。よし。よし。種まきは後で行うため、この段階では土をしっかり詰めたポット作りを進めます。出来上がったポットは1冊ずつトレイに乗っているので、そのまま床に並べて準備していきます。ポットが完成したら散水機で水をまき、種を入れていきます。まずはポリポットから。去年は栗将軍のみを栽培していましたが、今年は収穫までの期間が少し短い栗大将も植えることにしました。そのため、まずは栗大将の種からまいていきます。ポリポット内の芽が出始めたところで、次にペーパーポットへの植え付けが始まります。指で一つずつ穴を開けるのは大変なので、ポットプレートを使って一気に種を入れるくぼみを作っていきます。まずは残っている栗大将の種からまいていきます。それが終わったら次は栗将軍。種に色がついているのは病気予防のためにコーティング処理がされているからです。本当はこの作業も一気にできればいいのですが、専用の器具や機械がないため、ここは手作業、コツコツ進めていきます。収穫時期をずらすために、少し期間を空けながら順番に作業を進めていきました。5月上旬、雪が溶け畑に入れるようになりました。種芋もしっかり芽が出たので、早速植えていきます。植え付けにはこのカッティングプランターを使用します。名前の通り種芋をカットしながら植え付けまでしてくれる機械です。今年はそこに少し増し枠を追加して一度により多くの種芋が入るように改良しました。なのでその中に目いっぱいの種芋を入れて同時に肥料も入れていきます。4畝ずつ植えていきます。まず最初に種芋の深さを確認しながら微調整し、問題なさそうなのを確認してから本格的に植え付けを進めていきます。カッティングプランターは人が乗って作業できる機械で、カップに種芋が入っているかを確認しながら進めていきます。もし入っていない場合は手で種芋を追加します。この時大きすぎる芋があると機械のトラブルの原因になってしまうため、事前にサイズの選別作業を行っていました。じゃがいもの品種はメイクイン。今年の作付け面積は 5.4 ヘクタールで、およそ2日かけて植え付け作業を終わらせました。じゃがいもの植え付けが終わると次はビートです。まずはジョンディアで畑を整地し、その後に肥料をまきます。というのもビートはすでに苗が出来上がっているため、植え付けと同時に肥料を入れることができません。そのため先に肥料をまいて準備します。
この作業に使っているのがクボタの M5000。かなり古いトラクターですが、今も現役です。今年は新しく GPS も取り付けました。馬力はそれほど大きくないので、肥料を多く積むとバランスを取るのが難しいです。ただ、操作がシンプルでとても気に入っています。畑の準備が整ったら、次はハウスの中で苗を畑へ持っていく準備をします。3月にポット作りを始めてからは、定期的に水やりや液肥を与え、葉が伸びすぎないよう管理してきました。育った苗はビートの移植機専用のコンテナに3等分に分けて入れていきます。この時に苗が乾きすぎていると苗がうまく剥がれず植えにくくなってしまいます。逆に水分を含みすぎていると植え付けの際にパラパラと崩れてしまいます。そのため水分量を見ながら適度に水を与えて管理しています。なので苗はずっしりと重く、コンテナに入れる作業もなかなか大変でした。それをトラックに積み込み、畑へ運びます。いよいよ植え付け作業です。これが移植機。コンテナに詰めた苗を今度は移植機に並べていきます。いよいよ植え付け作業が始まります。移植機にコンテナの苗をセットしていきます。植え付け自体は自動で行われます。なので私は苗の補給をしたり、きちんと植えられているかを確認します。苗の深さが浅すぎないか、トラブルが起きていないかもチェックしています。5月中旬、次は大豆を植えます。大豆はこれまで作ったことがなく、今年が初めての挑戦です。数年前まで乳牛をおよそ30頭飼っていたため、この畑では牧草を育てていましたが、今は酪農をやめたため、牧草畑の1枚を潰して大豆を植えることにしました。まずは牧草を枯らすために除草剤を散布します。この畑は10年以上牧草地として使ってきたため、土が硬くなっています。そこで土をしっかりとほぐし、水はけを良くしていきます。最後に整地を行い、その後に種を植えます。この畑の面積は 0.7 ヘクタール。本当にお試し程度ではありますが、今後に向けて新しい作物に挑戦することも大切だと考えています。同じく5月中旬、小麦の追肥を行います。北海道では秋巻き小麦が主流で、9月頃に種をまき、冬を越して翌年の7月に収穫を行います。
そのため、この時期にはすでに小麦は順調に育っており、今回の追肥で3回目になります。肥料を与えすぎると、小麦が伸びすぎて倒れてしまい、収穫時のロスにつながってしまいます。そのため、作物の様子を見ながら、量やタイミングを判断しています。5月下旬、かぼちゃを植える準備を始めます。成長して肥料をまいたら、マルチを敷いていきます。去年は2畝ずつ植えていましたが、つる直しの際にする同士が絡んでしまい、作業が大変でした。そこで今年は、もともと幅135センチのマルチを半分にカットし、1畝ずつ植えることにしました。そのため1本あたりの幅はおよそ67センチになります。そしてこの機械は製肥ロータリーマルチャーになっています。そのためマルチを敷きながら同時にロータリーをかけました。マルチを張り終わったらいよいよ苗を植えます。順番に種をまいたので、ペーパーポットのものはそんなに大きくなっていません。まずはポリポット苗から植えていきます。今回からかなり面積が増えたので、この移植機を使用します。真ん中に自動で植えていく仕組みがあり、そこへ苗を入れていきます。移植機に苗を乗せて早速植え付け開始です。去年はかぼちゃの作付け面積が 0.7 ヘクタールで、すべて手作業で植え付けをしていました。そのため植え付けには5日間ほどかかっていましたが、それと比べると今回は作業スピードが大きく上がりました。ただしポリポット苗の場合は、ポットから苗を取り出す作業が必要になるため、無理はせず少しゆっくりしたペースで植え付けを進めていきます。これまではマルチに穴を開ける作業から始めていましたが、この機械は植え付けと同時に穴開けもしてくれるため、その点もとても助かっています。なるべくつるの向きを揃えて、マルチの外側に伸びるように誘導しています。次はペーパーポットです。最初は使用が2枚の小さな状態で試してみました。ですがうまく上さらず、苗が安定せずに横を向いてしまうことがありました。そこで本葉が出るくらいまで苗を大きくしてから改めて挑戦します。ペーパーポットの苗は苗同士がつながっている部分を剥がせばそのまま植えることができます。なので作業もとてもスムーズで簡単でした。今回は苗も安定していて傾くことなくきれいに植え付けることができています。この面積を手作業で植えるとなると、おそらく2週間ほどはかかっていたと思います。
それを考えると、この移植機は本当に革命的でした。また、かぼちゃに限らず、事前に苗を作ってある作物であれば、使える点もとても魅力だと感じています。同じく5月下旬、この頃になるとようやく種芋から芽が出てきます。そこでバイドをかけてじゃがいもが育つためのスペースを作っていきます。じゃがいもは日に当たると青くなり、毒素が出てしまうため、芽が出てきそうなタイミングを目安にこの作業を行います。次は小豆を植えます。まず畑を整地し、大豆の時と同じプランターに種と肥料を入れて走ります。今年の小豆の作付け面積は 6.5 ヘクタール。品種は北ロマンです。機械の一番後ろにはローラーがついていて、巻いた後に土を鎮圧してくれます。6月中旬、キヌセアエンドウを植えました。しかしこの頃から急に気温が上がり、干ばつ気味の天候が続き、なかなか芽が出ませんでした。少し前にスナップエンドウも植えていましたが、生育があまり進まず、今年は全体的に数量がかなり少ない結果となりました。これで全ての植え付け作業が終わりました。6月に入ると、ここからは管理作業が中心になります。小豆やビートはカルチベーターで除草を行い、ブームスプレーヤーを使って作物ごとに防除作業を進めていきます。防除は回数も多く、これまでは散布したいタイミングに間に合わないこともありましたが、今年からは農業用ドローンも取り入れて散布を行っています。初めて空から防除する光景を見たときは、その迫力にとても圧倒されました。ブームスプレーヤーはタンク容量が4000リットルと水を多く使い、薄く散布するためどうしても時間がかかります。それに比べてドローンは濃く素早く散布できるため、数量も少なく作業があっという間に終わります。なので忙しいこの時期には本当に助けられました。6月下旬、残り1枚になった牧草の刈り取りを行います。まずはディスクモアで刈り倒していきます。牧草は牛や馬の餌として使われる作物で、じゃがいもや小豆のように収穫したら終わりというものではありません。一度植えると何年にもわたって生え続ける作物です。その後は機械で牧草をかき混ぜて乾燥させます。しっかり乾いたら次は散らばった牧草をまとめていく作業です。このままでは牧草ロールとして集めにくいため、一往復ごとに一本のまとまりを作っていきます。いよいよ牧草を丸めていきます。このロールベーラーでまとめておいた牧草の上を走ります。すると機械の中で牧草が巻き取られ、少しずつロールが出来上がっていきます。中がいっぱいになると合図が鳴り、後ろを開けるとネットで包まれた牧草ロールが自動で完成します。ロールができたらすぐにラップをかけます。そのままにしておくと雨に当たった時にカビの原因になってしまうため、できるだけ早く包むようにしています。今は牛を飼っていないため、この牧草は自分の農場で使うことはありませんが、他の農家さんへ販売しています。ロール作りは工程が多く、今回はトラクターを5台も使いました。ただし管理作業はほとんど必要なく、手間がかからないのが牧草のいいところです。
1月中旬、小麦が綺麗な黄金色になりました。中を見てみるとこんな感じでしっかりと実が入っています。ということで早速小麦刈りを行います。使用するのはこちらのコンバイン。他の機械と比べてもかなり大きく、身長165センチの私でもタイヤより少し小さいくらいです。コンバインは本体価格も高く、管理費や修理費もかかるため、一家に1台持つのはなかなか難しい機械です。そのため、この小麦刈りは地域のみんなで協力し、3台を共同で所有して刈り取りを進めていきます。コンバインは横幅がある分、中は広く、後ろには大きなタンクがついています。上から見下ろすような視点で刈り取りを行います。タンクがいっぱいになるとダンプへ小麦を移します。この小麦刈りはコンバインに乗って刈り取るオペレーターとダンプに乗って出荷を行うチームの2つに分かれて作業を進めます。今年は私も初めてダンプでの運搬を担当しました。出荷場所に到着すると、まず大きなスケールに乗り、トラックごとの重さを測ります。小麦の受け入れ場所はいくつかあるため、指示された場所へ向かい小麦を下ろします。その後、反対側のスケールにもう一度乗り、今度は荷台が空になった状態の重さを測ります。この差で小麦の出荷量がわかる仕組みです。およそ1週間かけて徐々に小麦を刈り取っていきます。小麦はしっかり乾燥した状態でないと刈ることができないため、天気予報を見ながら作業を進めます。雨の予報が出ている場合は、前日できるだけ遅くまで刈り取りを行うこともあります。また出荷の時期は混み合うため、長い時には4時間ほど待つこともあり、日付が変わる頃まで並ぶこともありました。同じく7月中旬、かぼちゃの収穫が近づいてきたため、ドローンで最後の防除を行います。かぼちゃはつるが伸びて、畝を覆ってしまうため、この時期になるとトラクターでは畑に入ることができません。なので、こういった状況にはドローンが役立ちます。8月上旬、いよいよかぼちゃの収穫です。かぼちゃは表面が濃い緑色になり、ヘタのコルク部分が茶色くなってきた頃が収穫の目安になります。そして今回は近所のお友達農家と協力して収穫作業を行うため、たくさんの機械が集合しました。収穫に使うトレーラーは3台。多い日には20人ほどで収穫作業を進めていきます。そしてこのトレーラーは自作です。もともと小豆の収穫に使っていた機械から上物を外し、荷台を平らにしてコンベヤを取り付けました。みんなが集まったらすぐに収穫を進められるよう、事前に収穫機を使って問題なく作業できるかを確認しておきます。
収穫したかぼちゃはパックに入れて、もともと牛舎として使っていた場所に保管します。ここには牛が熱中症にならないようたくさんの扇風機が設置されているため、その風を利用してかぼちゃをしっかり乾かしていきます。そしてこのタイミングで新しい収穫機を購入しました。全長は 7.4 メートルとかなり長く、北海道限定で販売されている機械だそうです。早速試運転をしていきます。ちなみに収穫前にはディスクモアでできるだけ雑草を刈り払い、歩きやすくかぼちゃを見つけやすい状態にしてから収穫作業を行います。最初はこんな風につるのすぐ横にかぼちゃを並べて収穫してみました。パドルがかぼちゃを優しく拾い上げてくれるのですが、どうしてもつるを巻き込んでしまうことがあります。そうするとパックの中につるが混ざってしまう可能性があるため、なるべくそうならないよう対策を考えました。まずはチョッパーをかけて残砂を細かくし、つるのない状態にします。その隣を先ほどと同じようにディスクモアで刈り取り、つるのない場所にかぼちゃを並べていきます。収穫機の幅はそれほど広くないため、どうしても一列に並べる必要がありますが、つるを機械から下ろす手間がなくなり、作業はかなりスムーズになりました。トレーラー収穫の場合は、収穫する人とパックに入れる人に分かれて、少しずつ作業を進めていきましたが、新しい収穫機では、つるを切って並べるだけ、あとは収穫機に2人いればテンポよく拾い上げることができます。お友達の畑と合わせて全部で7ヘクタール。1週間ほどかけて収穫を終わらせました。7月に雨が降らなかったのもあり、今年は日焼けでダメになってしまったかぼちゃも多かったです。ちょうどかぼちゃ収穫を行っている頃、また新しい機械がやってきました。これまで新しい機械を導入しようと考えていなかったのですが、今後かぼちゃの作付け面積を増やしていくために、新しく重量選果機を購入しました。かぼちゃは収穫後に約10日間乾燥させて、つるの部分がコルク状に硬くなってから箱詰め作業を行います。まずはブラシにかけて表面についている土汚れを落とします。次に重量選果機のはかりの部分に乗せます。そうすると自動で重さを測ってあらかじめ設定したグラムごとの枠に振り分けてくれます。1箱10キロで4玉から10玉ほどできるだけ均等な大きさになるようにする必要があるので、選別作業がかなり楽になりました。箱に詰めたらカートンシーラーでテープを貼ってサイズごとに分けながら積み重ねていきます。なるべく段ボールはあらかじめ組み立ててストックしておくのですが、選果機を使うと箱詰めがあっという間に進むのですぐになくなってしまいます。箱詰めが終わったらトラックに積み込んで出荷です。多い日には1日で1000箱から1300箱ほど作ります。8月中旬、小麦を収穫し終わった畑に塩爆をまきます。小麦収穫後には堆肥をまいて栄養を補っていますが、さらにブロードキャスターを使って塩爆をまき、来年に向けた土作りを行います。
塩爆はオートミールの原料としても使われる作物ですが、十勝では緑肥として利用されることが多く、およそ2ヶ月ほど育てた後、刈り取って土にすき込みます。トラクター2台を使い、緑肥と尿素を同時にまきます。その後、チゼルで土をかき混ぜて作業は完了です。9月上旬、じゃがいもの収穫が始まります。使用するのはこちらのポテトハーベスター。レバーがたくさんついていて、それぞれ操作しながら作業を進めていきます。収穫は一畝ずつ行い、畝ごと掘り上げたじゃがいもをコンベヤで土を落としながら運びます。土が落ちると芋だけが上に上がってくるので、その場で選別を行います。上には最大で4人が寝ることができ、タンクは3つに分かれています。製品を入れるメインタンク、青い芋や形の悪い芋を入れるサブタンク、石などを入れるタンク、見極めながらそれぞれのタンクに分けていきます。メインタンクがいっぱいになったらコンテナへ移していきます。サブタンクに入った芋は製品にはなりませんが、でんぷん芋として出荷することができます。今年は干ばつの影響で大きいサイズの芋が少なく、なかなかメインタンクが満杯になりませんでした。夜は雨に当たらないようコンテナにシートをかけて管理します。ある程度量が溜まったところで集荷を依頼します。例年は約5ヘクタールの作付けで収穫に2週間ほどかかっていましたが、今年は数量が少なく1週間で収穫が終わり、正直驚きました。9月中旬、ビートの収穫を行いました。通常であれば10月中旬頃に収穫する作物ですが、今年は生育が思わしくなく、これ以上管理に肥料をかけても大きくなる見込みが立たなかったため、思い切って早めの収穫を決断しました。使用するのはビートハーベスター。一畝ずつ拾っていき、作付け面積も 1.7 ヘクタールだったことから、収穫はあっという間に終わりました。9月下旬、小豆の収穫を行います。鞘を開けてみると、小豆はとてもいい色に仕上がっていました。本当は葉がすべて枯れてから収穫したいところですが、豆自体はこれ以上畑に置いておくと黒くなったり品質が落ちてしまうため、このタイミングで収穫を始めることにしました。去年までは収穫を委託していましたが、今年は汎用コンバインを使って自分たちで刈り取りを行いました。操作自体は比較的シンプルですが、小豆が倒れている部分も多く、どこを走っているのか分かりにくい場面もあります。畝に沿って丁寧に刈り取らないとロスが出てしまうため、集中して作業を進めます。収穫後はコンバインからコンテナに豆を開け、車庫へ運びます。
蒸れてカビないよう扇風機を当てながら保存します。すべて終わるまでにおよそ1週間かかりましたが、ロスがほとんど出なかった点はとても良かったと感じています。10月上旬、次は小麦を植えます。いつもはじゃがいもを収穫してすぐの畑に巻くのですが、今年は少し作業が遅くなってしまいました。じゃがいも収穫後の畑は土が硬く締まっているため、まずチゼルでしっかりとほぐし、元肥を巻きます。その後、パワーハローを浅くかけて元肥を土と混ぜ込ませます。これで畑の準備は完了です。続いてドリルシーダーを使って小麦の種をまいていきます。この機械は約3ヘクタール分の種を入れることができ、一度に24列ずつ播種することができます。今回はじゃがいも畑だった 5.4 ヘクタールとビート畑だった 1.7 ヘクタール、合計およそ7ヘクタールに巻いていきます。ちょうどこの日は翌日が雨予報。雨が降ってしまうと数日間畑に入れなくなる可能性があるため、夜遅くまで作業を行いました。夜は前がとても見づらいので、この時は GPS がすごく頼りになりました。最後は大豆の収穫です。大豆は醤油や豆腐など日本の食卓には欠かせない作物で、枯れる前には枝豆として食べることもできます。収穫は小豆の時と同じく汎用コンバインを使って行います。ただし大豆は表面に油分を含んでいるため、土がつくとこびりついてしまいます。そのため刈り取りの高さには特に気をつけながら作業を進めます。小豆に比べると豆腐も少なく刈り取りやすかったのですが、牧草跡の畑で堆肥なども特に入れていなかったこともあり、今回は収量が少ない結果となりました。これで今年の作物の収穫はすべて終わりになりました。この後は来年の作付けに向けた畑作りが始まります。まず行うのは塩爆のすき込み作業です。8月中旬にまいた塩爆は約1ヶ月半でもさもさになるほど成長しました。まずはモアコンと呼ばれる機械を使って刈り倒します。刈り取りの高さを低くしすぎると石が飛んできて危険なので、高すぎず低すぎずを意識して作業します。刈り終わったら次はすき込み作業です。ここで使うのが鍛冶職人 DIY のザコニコイチ。ディスクハローという機械を2台くっつけて作りました。ディスクハロー1台だと力が弱くしっかりすき込めませんでした。ですが2台分にすることでちょうどいい深さまでしっかり混ざるようになりました。市販品を買うとかなり高価ですが、この方法なら費用は約10万円ほど。満足のいく仕上がりになっています。こちらはプラウです。来年豆類を植える予定の畑だけにかけていきます。プラウは深さ2、30センチほどの土を反転させる作業をします。表面にある雑草や雑草の種を土の中に埋め込んで、畑を一度リセットするのが目的です。このプラウはリバーシブルプラウと呼ばれるタイプで、作業中に自動で180度回転します。そのため往復どちらでもきれいに同じ方向へ土を返すことができます。ただプラウをかけるとどうしても石が表面に上がってきてしまいます。小豆を植えるのは6月に入ってからで、
時間があるので、その間にストーンピッカーを使って石を取り除く予定です。最後に行うのがサブソイラーです。来年、じゃがいもを植える予定の畑に間伐対策としてかけていきます。サブソイラーを入れることで土の奥をほぐし、根が張りやすい状態を作ります。さらに、ヒレ部分が土の深いところに空間を作り、雨水を少しでも土の中に溜めることができます。水を逃さず、乾きにくい畑にするための対策です。また今回は畑の中をあえて斜め方向に走行します。これまでは同じ方向ばかり走っていたため、違う方向から土をほぐすことで、より均一に土が柔らかくなるのではないかと考えています。今年はどの作物も干ばつの影響を受け、収量はあまりいい結果ではありませんでした。この干ばつ傾向は今後も続く可能性があると感じています。だからこそ今のうちからできる対策を少しずつ進めていくことが大切だと思い、今回の作業を行いました。はい、ということで今年の1年の農作業をまとめてみました。いかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございます。今年で農作業を始めて7年目だったんですけど、去年よりもねトラクターの操縦とか少しは成長したんじゃないかなと思っています。また来年も頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。ということで2025年最後の動画でした。皆さん良いお年を。バイバーイ。